んにちは。旅と鉄道のチャンネルです。今回は滝を作っていきたいと思いますが、一月ほど前に出したこちらのジオラマ制作第10回目の動画の続きとなります。その後も2回動画を投稿しておりますので、シリーズ全体としては今回が13作目となるわけですが、初めてこのシリーズをご覧になる方のために簡単に説明しておきますと、初期の段階はこんな感じ。こちらのアーチ橋の幅で別の川が横から合流してくるというような地形を作っております。一応地形のベースとして使っているのはカネライトという内装用の建材となります。その後はコルクと情景テクスチャーペイントの組み合わせで峡谷の崖とそれから滝のベースを作っております。この辺りは前回の動画でお伝えしておりますので、被らないところを申し上げますと、こちらのアーチ橋はアトラス社の製品。以前加藤が輸入販売を行っていた商品となります。それでこれを何個かつなげてもっと長いものを作れないかと当初は思案しておりましたが、もはや品切れで手に入らないので現状の形になったということで、こういったストラクチャーの有無によってレイアウトのプランが変更されるということもあるということでございます。では前から見た滝の地形はこんな感じ、裏からはこんな風に仕上げております。お次は川底の塗装。使っている色は加藤の水底からネイビーブルーという色になります。まず細部を塗ってから全体に塗り広げてこんな風に仕上げております。塗装が終わりましたら今度は砂利を巻いていきます。3種類ほどの色の違った砂利を用いてちょっとグラデーションをつけ、大きめのハケで形を整えていきます。滝の上部にも砂利やら岩を配置。それでこの後透明レジンを流しますので液漏れしないようにマスキングテープで養生しております。ここまでが第10作目まででお届けした内容で、ここから新たな展開となります。ではまず透明レジンを作っていきます。レジンの種類にもよりますが、このタイプは1対1で混ぜ合わせるタイプ。これがある程度混ざりましたら、今度は波音からターコイズという青色の顔料を用いて着色していきます。動画にまとめるといかにもすぐできているように見えますが、実際には5分ぐらい泡立たないようにゆっくり混ぜるというのがうまくいくコツでございます。それで茶色いところに今流してるんですけれども、こういうところにあまり濃い色を流しますと公害で化学物質で汚染されたような色になっちゃいますので、添加する色の濃度はちょっと控えめ、これぐらいが限度だと思ってもらったらいいと思います。では肝心の滝の方に取り掛かってまいります。まず使ってるのは綿になります。私は情景ジオラマシートというこちらの商品の余った部分を引き裂いて利用しております。これに関しては綿でなくても白い繊維素材であれば何でも利用可能だと思いますが、これをこんな風な細かめにちぎって上の方から重ねて積み上げていくっていうようなイメージで並べていきます。それでだいたいこんな感じにできたらいいなというぐらい綿を並べますと、あとはこれをうまく固められたら OK なわけなんですが、その作業がなかなか難しいということでございます。滝、失敗しました。では何度も失敗して
おりますが、その一例をお見せいたします。まず木工用ボンドの水溶液で綿を固めて、その上からジェルメディウムを塗ってさらに固めようという作業をやっております。動画ではちょっと伝わりにくいかもしれませんが、ちょっとね茶色に変色しておりまして、これが下地がコルクの樹皮になるわけなんですが、その色が上に伝わってきているということになります。それでその茶色をごまかそうというそういう意識が強まりまして、現状波しぶきの白をのせているところですが、その白が強すぎた結果、こんな滝ができてしまったということでございます。その後コルクと綿の間にジェルメディウムを塗りまして浸食を防ごうとしましたが、ちょっとでも綿がコルクに接触してると毛細管現象みたいな感じで茶色を引き込んでくる、そんな感じでちょっと分かりづらいんですが、例えばこことここ、こんな風に茶色くなってしまいます。ですので先ほどのよりもちょっとは良さそうなのができそうですが、これは途中で諦めまして新たな滝の作り方を根底から見直したいと思います。チャンネル登録よろしく。滝を作るのだ。その後実は何回か失敗を重ねておりますが、そもそも茶色に染まるんだったらこのコルクをやめて左の崖のような石膏で作り直そうかというふうにも一時的には考えましたが、それもこのコルクの形状、水の流れ出る位置とか真ん中のちょっと突起があるところとか表現しようと思いますと、石膏からでは結構苦労しそうなので、このまま何とかしようという結論に至りました。それで木工用ボンド水溶液をやめてこちらのモットポッチに材料を変えてみました。これはいつも使っているジェルメディウムに比べますと少し柔らかめのジェル系の素材で、使い始めた時は白いですけれども時間が経って乾きますと透明に変わる素材です。それでコルク素材にまずこれを塗りまして、一旦乾かした後もう一度塗り、2度目のところは乾かないうちに綿を上に乗せて、さらにその上からモットポッチを持っていきます。この時綿が結構動いちゃうんでピンセットで押さえながらゆっくり作業していきます。この作業はちょっと忍耐強さがいりますが、モットポッチが乾きますともう動かなくなるので作業が楽になっていきます。その後は滝の形を整えていくわけですが、モットポッチの場合はちょっと厚みが出ないので、ここはジェルメディウムを使っております。それで狭いところはこんな感じで爪楊枝で作業をしております。あるいはちょっと撮影はしておりませんが、細い筆などでちょっと叩くような感じで仕上げていくのがいいかと思います。それから今やってるところのその滝の勾配は割と緩やかなところなんですが、こういったところは上から下へ一方向に作業していくと綺麗に見えますが、逆にその滝の勾配が急な場合は下から上に持っていけば割とリアルに見えるかと思います。では滝の形を整え終えたのがこんな感じでございます。ほぼ1日経ちまして、ちょっと照明の当て方が下手くそで見にくいですが、乾いて透明になったのがこんな感じでございます。それで今までは滝の形を整えておりましたが、ここからは
波しぶきの白の色を塗っていっております。慣れるまではドライブラシの白の色をちょっと落とし気味にして塗っていきます。使っている色は加藤の白波カラー、それからタミヤのアクリルの白、これをだいたい1対1の割合で混ぜたのをアクリル専用の薄め液で薄めて使っております。しばらく塗っていきますと、だいたいこれぐらいまでなら大丈夫だろうというような、勘みたいなものが養われてきますので、それを掴んだら割と強気に塗っても大丈夫かと思います。ということで、いろいろあって、もちろん100点満点とまではいきませんが、一応合格点というところで滝の完成でございます。川の流れを作るのだ。続きまして、川の流れ、表面の表現をしていきます。利用しているのは先ほどと同じくモットポッチとなります。それでこれを薄く塗り広げるというよりも、ちょっと分厚めに叩いて塗っていくという感じで、とりあえずは塗ります。それでその後、こちらはエアブラシのエアだけを使っておりますが、ちょっとどのように表現していっていいのかわからないので、とりあえずはこんな感じにしております。それでやってる季節にもよりますが、あまりたくさん塗りますと乾いてしまって、このエアで形が作れなくなりますので、何回か小分けにしてやっていきます。乾きますとこんな風に透明になりまして、現在は岩の後ろにしぶきの色の白を乗せているところでございます。それでアーチ橋の下とかエアブラシが入っていかないので、ちょっと長めのストローを使いまして、こういうところは自力の息を吹きかけて仕上げていくということでございます。ちょっとおっさんの頭が邪魔で申し訳ございません。では最後になりますが、水しぶきの表現を白で塗っていきます。岩に流れがぶつかるようなところはちょっと白で塗って、その後綿棒で伸ばすというか拭き取るというか、そのどちらもって感じなんですが、こんな風に仕上げます。その後は流れをちょっと作りまして、これももう塗った瞬間に拭き取るような感じで伸ばしていきます。これは手前が川上で奥が川下になりますので、川下の方に向かって尻尾の尾がこう細くなっていくような感じで塗っていきます。この尾の長さはその場所によって変える必要がありますが、今塗っているようなところですと水深がそこそこ深いので、あまり長い尾をつけると変な感じがいたしますので、短めのものをすぐ隣にも同じような長さでつけて連続性を持たせると綺麗に見えるかと思います。ということで今回は滝を中心とした水辺の風景を作った動画でございました。最後までのご視聴誠にありがとうございました。次回の動画でお会いいたしましょう。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。